済んだもんなのだ。今日はフィンランドに関するニュースを1,3件まとめて案内するのだ。その前に豆知識なのだ。フィンランドって国名、実はフィンランド語じゃないのだ。現地では国のことをスオミって呼ぶのだ。英語のフィンランドはスウェーデン語由来とされているのだ。それじゃあ早速一押しニュースから行くのだ。 CNN によると CIA のドローン攻撃がベネズエラ北部の港湾施設を直撃したのだ。犯罪組織トレーンアラグアに関係して海外向け麻薬輸送の拠点と疑われていた港で大きな爆発が起きたのだ。施設は空で死者はいなかったけど、アメリカは麻薬取引を断つための作戦を強めていて、マドゥロ政権は違法な軍事行動だと反発しているのだ。フィンランドは北欧にある国で首都はヘルシンキなのだ。1917年にロシアから独立し、議会制共和制で福祉や教育が充実しているのだ。人口は約550万人で、林業、金属、IT やゲーム産業、クリーンテックやデザインが主要産業なのだ。サウナや自然志向の文化も強く、最近は NATO 加盟やグリーン転換、北極圏政策とデジタル化が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。CNN、CIA のドローン攻撃がベネズエラの港施設を直撃という記事なのだ。アメリカの CIA がベネズエラ北部の港湾施設をドローン攻撃したのだ。この港は犯罪組織トレーンアラグアに関係し、海外向け麻薬輸送の拠点と疑われていたのだ。今月初めに攻撃され、大きな爆発があったが、施設は空で死者はいなかったのだ。トランプ大統領は攻撃を認めつつ、CIA か軍かは明かさなかったのだ。アメリカは9月以降、海上作戦30回以上で少なくとも107人を殺害し、1万5,000人の兵士と F-35 戦闘機をプエルトリコに展開して、ベネズエラ政府と結びついた麻薬取引を断とうとしているのだ。一方、マドゥロ政権は麻薬関与を否定し、政権転覆を狙った違法な軍事行動だと非難。人権団体も国際法違反の可能性を指摘しているのだ。二つ目のニュースなのだ。永遠眼警備隊向けラウマ製砕氷船の契約が確定という記事なのだ。フィンランド西部ラウマの造船会社ラウマ・マリン・コンストラクションズがアメリカ沿岸警備隊向けに中型砕氷船アークティックセキュリティカッターを2隻建造する正式契約を結んだのだ。これは2028年までに計11隻の砕氷船を供給する米フィンランド間の枠組み合意の一部で、4隻をフィンランド、7隻をアメリカで作るのだ。そのうちフィンランド分はヘルシンキで2隻、ラウマで2隻建造されるのだ。全長100メートル、幅20メートルで、連続砕氷や長期航行に対応する本格的な北極対応船なのだ。今回の受注はフィンランド海事産業への信頼の証とされ、地域の雇用や技能育成にも大きな効果が期待されているのだ。納入期限は2028年末までなのだ。3つ目のニュースなのだ。トランプとネタニヤフ、ガザ停戦をめぐる緊張の中フロリダで会談という記事なのだ。アメリカのトランプ大統領がフロリダのマー・ア・ラゴでイスラエルのネタニヤフ首相と会談したのだ。主な議題はガザ停戦合意の第2段階や中東全体の政策なのだ。停戦はイスラエル軍の撤退やハマスの武装解除、ガザの暫定パレスチナ政府を含むが、実施方法をめぐり対立が続いているのだ。停戦開始後もパレスチナ人400人超がイスラエル軍により死亡したとされ、人道危機も深刻で、寒さでの死亡や建物崩壊での死者も出ているのだ。トランプ政権は1月からの第2段階開始を求めつつ、ガザ再建や国際部隊、技術官僚政府など20項目の計画を進めようとしているが、イスラエル側は完全撤退に反対し、ハマス完全武装解除を最優先としているのだ。また、イランの核、
ミサイル問題やシリアとの関係、パレスチナ国家承認の是非も話し合われ、トランプ氏はイスラエルの安全保障が確保されるまでパレスチナ国家は支持しない姿勢を示したのだ。スンダモン、緊張が続く一方でフィンランドの技術協力のような前向きな動きもあるのだ。対話と国際法を大切にするべきなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。